皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はタイトルにもあるように視聴者さんの山の写真を紹介するコーナーをやっていきたいと思います。約2ヶ月前ですかね、皆様の山の写真を送ってくださいということで、告知をさせていただきましたけれどもね、皆さんお送りいただきありがとうございました。今回は、計24名の方で前半後半12名12名でね、分けて、紹介をさせていただきたいなと思います。日本国内だけじゃなくて海外の方もね送ってくださったりとかね、そういった形でちょっといろんなね視点でお届けできるんじゃないかなと思いますのでね、純粋に、皆様のね撮った写真の、写真だけじゃなくてそのストーリーとかもね楽しんでいただけたらなと思います。目次みたいにねタイムラインで分けていますので、好きなところに飛んでいただいても結構ですし、前半と後半で分けて、聞いていただいても結構ですので、ぜひですね最後までご覧いただけたらなと思います。また簡単な私のコメントもですね、付けさせていただこうかなと思いますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。じゃあ早速ですね1枚目からやっていきたいと思います。それでは早速1枚目からいきたいと思います。ニックネームカット田村さんの、作品になります。撮影時期は2022年の8月になりますね。那須連山の旭岳から茶臼岳方面を撮ったものです。この日は天候がやや不安定でした。山裾から盛んに湧き上がってくる霧を茶臼岳が幻想的にまとった瞬間を捉えましたということですね。はい、ありがとうございます。こちらの写真ですね。茶臼岳を撮ったというところですけれども、前景から奥にかけてね稜線が続いていくような感じになりますけど、この赤茶けた土がですねまたこの辺りのねフィールドの、地質をねよく表しているというところでね、赤岳とかねこっちのいう八ヶ岳の赤岳とかにちょっと似てるような感じですけど、非常に美しいですね。で光がちょっと前景にね当たっているというか、そういうところもねいいかなというところですし、ちょうどピークが見えているっていうね、本当にその雲が包み込んでるようなね、いい瞬間を捉えたなっていうような一枚ですね。はい、夏らしいですね。緑もあったりしますのでね、夏らしい一枚ですけれどもね、はい、素敵な写真ありがとうございます。続いて2つ目はニックネームたけさんの1枚です。こちら海外アイスランドの1枚ですね。初の海外トレイルでアイスランドのロイガビーグルと、フィムボルズハウルスを3泊4日で歩きました。その最終日の朝、フィムボルズハウルスの道中で撮影した写真です。この日までは平坦なトレイルが多かったですが、最終日にてしっかり登る道でした。疲れも溜まってきていたのできつかったですが、その分朝日の当たる山が見れた時は感動しました。たくさん写真も撮りつつ無事に歩き切ることができて本当に良かったです。ということでした。お疲れ様です。そして素敵な写真ありがとうございます。このトレイルなんですけれども、自分も YouTube で、紹介したランドマンナロイガルっていうね、ちょっと内陸の部分にあるとこなんですけど、そのランドマンナロイガルからソルスモルクっていうねところまで、海岸に近いところに結ぶ、トレイルになるんですけれども、結構すごい長いわけじゃないんですけど、こういうね美しい山岳地形、流紋岩がね多いんですけれども、そこの中に溶岩が流れていたりとかもあって、非常にワイルドなフィールドをずっと歩くような感じなんですけど、そんな中をね歩いてくださいましたね。実はたけさん私の YouTube 見てアイスランドに興味持って、行ってくださったみたいだったんですけれどもね、いやー本当に素晴らしい景色でまた行きたくなっちゃいましたね。私も本当にこういった景色がね360度広がるようなとこなんですけど、美しい苔のフィールドと、そして優しい朝がね迎えられたというような一枚でね、歩き切った後のこの喜びをね、ほっとため息というかね、いい意味のため息ですよ。そういったものを感じられるようなね一枚で、たけさんが感じた気持ちがね伝わってくるようなね、そういった、素敵な瞬間かなと思います。本当にね、私もまた次行くときはねこのトレイル歩きたいなと思っているので、私自身も楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。嵐に会わなくてよかったですね。ありがとうございます。続いて3枚目、ニックネームテグオさんの1枚になります。2024年7月末、山梨県富士川町の里山にある氷室神社にて樹齢1200年のご神木大杉を撮ってきた写真です。大杉というと背の高さに気を取られがちですが、その時は幹の太さに目が行き、その表面が岩山の絶壁のように見えました。そしてかけられたしめ縄には白いシデが、それがまるで白装束をまとった修行僧の行く手を阻む奈良三条ヶ岳の絶壁のようだなと個人的には感じスナップしたものです。山という大きなテーマがあるのに他の写真たちそっちのけで送って大丈夫そうと最後まで悩みましたが、好きだなと思った写真で応募させていただきましたということです。ありがとうございました。なるほど、この
大杉をですね、こう山に例えたというところですね、全部見せない杉だっていうことは、この樹皮を見ればわかるかもしれないけど、それというよりはこの山に例えたというところですね、絶壁に。で、この面白いのがこのシデですね、ちょっともう破れかけてるようなシデがね、修行僧に見えたというね、修行僧に例えて、その奥に山がこうそびえ立ってるような、そういったシーンですよね。僕このやっぱストーリーがあると面白いなと思うのはこういうとこですね。言葉がなかったら多分そういうイメージにはならなかったんですけど、手ごさんのその感じたストーリーっていうのを今ね、こうやって文として、提示していただいたので、イメージすることができるし、また見てる人にもね、伝えることができるんですけど、やっぱりストーリーってね、すごい大事だなというふうにね、思いました。で、この三条ヶ岳っていうところは、霊山にもなっている、合山とかもね、代表的なところというか、有名なところに、あったりするんですけど、それと一緒で、まだ女人禁制が、こう維持されている場所みたいですね。女性が登れないというか、この後に及んでまだそんなとこあるのっていう気もしたりもねするかもしれないんですけど、宗教上の理由でね、行けないというようなね場所にはなっていますね。月山はもう行けるようにはなってるんですけれども、そういった修行僧、修験者とかがね、通ったというか、そういった場所になっているところですね。そういった既存の情報がね、やはり手ごさんにあったからそういうふうに表現してみようと思ったのかもしれないんですけどもね。なるほど。シデをそうやって使うのかというね、私は純粋にそこにね、惹かれましたね。また木を山に例えるとかね、そういった、手ごさんのもともと持っていたね、霊材のイメージとか、そういったものが反映された作品なのかなと思います。本当にね、左がちょっと暗くて右にかけて明るくなっていくこの絶壁のね、姿もね、ちょっとこうハッとするようなシーンでね、すごくね、引き込まれるような一枚でしたね。結構この詩で足元にくしゃくしゃにお花を噛んだティッシュペーパーみたいに折ってる時があるんですけどね、そういう風にちょっと活用するのも、面白い表現ができそうだなと思いました。ありがとうございます。続いて4枚目は松ぼっくりさんの1枚になります。2年前の長ヶ岳から常念岳の重走時の振り返った穂高方面です。この重走路は本当に飽きが来なく眺めのいい登山道で疲れがぶっ飛びます。この日は台風の次の日で絶対に晴れると思い行きました。こんなに北アルプスは深いんだと実感しました。その後の常念の下りで心折れましたというね、ストーリーの作品になります。ありがとうございます。はい、長ヶ岳に行ったことある人ね、常念もそうですけれども、あそこの重走路本当にいいですよね。穂高が好きな人にはたまらない、もうずっと穂高が左側に見えてるね、っていうような感じで、上高地が下にね、あるというような感じなんですけどね、本当に素晴らしい場所ですよね。私も何年か前にね、行ってテント泊して長ヶ岳で、常念岳に縦走して、下ったことがあったんですけど、結構稜線アップダウンあって意外と夏場取るとねバテるんですよね。でそれであとちょっとで常念岳みたいなところでこんな登るのみたいなそんなようなねルートだと思うんですけれども、で下る時もまたね佐野沢方面に下る時ももう激下りでもう二度と取りたくないなって時はね思ったんですけれども、本当に素晴らしいルートですね。でちょっとこう初夏の頃で残雪もね残ってるようなシーンで、常念山脈のこの花崗岩がねちょっと見えてると思うんですけれども、本当にいいレイヤリングでね谷間の方に上高地の方が続いていくというような感じなんですけど、また左上に雲がね流れてきてるっていうのもねすごくいいなっていうところなので、うまくねいろんな要素を、1枚の写真の中に入れ込めてるようなね1枚かなと思います。写真撮る方は望遠レンズとか持っていくとめちゃくちゃ楽しい場所だと思いますんで、ぜひですね足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ぜひ常念の下りはね心折れますんで注意して、体力温存してね行っていただけると、足心配な方はサポートとかねして、いただければなと思います。はい、素敵な写真松ぼっくりさんありがとうございます。続いて5枚目はニックネームなおさんの1枚になります。2024年8月に小学2年の息子と木曽駒ヶ岳へ初めて天白登山に行った時の写真です。2日目の朝、日の出を見ようと稲前方面へ歩いていきました。日の出方向は雲がかかってしまっていましたが、反対を見るとヒノキを宇津木、南駒ヶ岳の稜線を雲が流れていて、奥には雲海が広がっていました。息子と一緒にカメラのモニターを覗いてスローシャッターで雲が流れるのを楽しみながら撮った一枚です。ということです。ありがとうございます。木曽駒ヶ岳なのでね、宝剣岳があるところですね。私も今年ね、9月に行ってきたんですけれども、本当にいい場所ですよね。あそこはロープウェイで行くっていうちょっとチート感あるけど、でもね、それこそお子さんと一緒に行ったりするのにもね、いい場所かなということで、天白もね、
親子一緒に楽しんだということでね、すごいいい時間が過ごせたんじゃないかなと思うんですけど、朝ね、この稲前方面から撮ったということでね、すごい綺麗な稜線ですね。それぞれのピークが見えていながら、かつ、絶妙なところにね、この滝雲が流れていて、また上品な流れ方ですかね。このスローシャッターの速度とかもね、ちょっと今回データはないんですけれども、本当に程よい長さでね、流れているんじゃないかなと思います。また上空のこの優しい焼け方ですかね。これがもし、東のね、空がもうちょっと抜けていたら、光がバッと入ってきていてね、雲にも光が当たったり、それはそれで、色彩豊かでドラマチックだったかなとは思うんですけど、逆に太陽の光がないからこそ、この静寂さとね、薄口な感じでね、上品な感じに仕上がっているのかなと思います。本当にね、綺麗な瞬間ですね。私は駒ヶ岳からね撮ることが、結構ねこの木曽駒の方から撮ることが多かったり、あとは中岳の巻き道ねあるんですけど、ちょっと崖っぽいところですね、あそこがすごく好きでね、あの辺から撮ったりすることが多いんですけど、結構ここ滝雲ね、になりますよね。西側からねどんどん木曽川から雲が昇ってきて、朝方はガスだったりする時もあるんですけどね、山頂に登ってちょっとすると抜けていくみたいな、本当に素敵なねタイミングを捉えられたんじゃないかなと思います。続いてはニックネーム伊野さんの写真になります。2024年7月22日に撮影したものになります。こちらの写真は私が初めてアルプスに挑戦し、木曽駒ヶ岳に登った際に撮影したものです。現在はまだ高校生であり、ソロ登山でもあったため、両親は非常に心配していました。しかしこのような絶景と出会うことができ、山の素晴らしさを存分に堪能することができました。余談にはなりますが、風景写真を撮り始めたり、山に登りたいと思うようになったきっかけは、フォトシンさんの動画を見始めたことでした。これからも活動を応援しています。ということです。ありがとうございます。素晴らしい写真ですね。青空の夏らしい一枚になりますが、こちら、初めてのソロ登山っていうことだったんですよね。高校生でソロ登山でアルプスに行くって、結構すごいことじゃないですかね。3000メートル級の山ですしね。ただゴンドラ使うとかね、ロープウェイ使うっていうこともあるんですけど、でもやっぱソロってなると、お父さんお母さん絶対心配しますよね。で、やっぱりその時に達成できたこの達成感っていうのはね、すごいこの先にね生きてくるっていうふうに思いますし、自分の足で登ってこれだけの絶景見れたんだっていう成功体験っていうかね、っていうのはまた次のね山に登りたいっていうね、次のこのモチベーションにもなったりとかしますし、また登山じゃないところでもきっと生きてくるんじゃないかなとは思うんですけどね、非常に貴重な、経験だったんじゃないかなと思います。やっぱりねこういった自然なところに来ると写真を撮るっていうこともね非常に楽しいですし、やっぱり普通に登山してても楽しいけど、やっぱりカメラを持ってその瞬間を撮っていくっていうことは、また一味違った楽しみもあると思うので、これからも私も、有力な、コンテンツを自分が好き勝手お届けしようかなと思うんですけど、またためになるものがあればね、そこから吸収していただけるものがあればね、私自身も嬉しいので、引き続きね頑張っていきたいなというふうには思っています。本当にね夏らしい一枚で、花崗岩のね素晴らしい地形と緑あふれる、方圏からずっと続く稜線、そして赤いロープウェイもねやっぱり駅もねすごくいいなというふうにね毎回私もここを見て思うんですけど、いい構成でね撮れているんじゃないかなと思います。はい、またね引き続きたくさんの山を登ってね素晴らしい写真を撮っていってください。ご応募ありがとうございました。続いてはニックネームたつきさんの一枚になります。大学のオープンキャンパスがあったので初めて長野県に行くことに、ついでに美原高原に連れて行ってもらいました。構図的な話をすると、道沿いにリーディングラインを作って電波塔に視線が行くように意識しました。前回の雲海の写真の件はありがとうございました。勉強頑張っています。厳しく添削お願いします。ということです。はい、ありがとうございました。たつきさんは確かに前回雲海のね写真をねお送りいただいて紹介させていただきましたが、その際もねありがとうございました。で、今回はなんとねオープンキャンパスで長野県に来て、その時に美しが原に、立ち寄ったっていうことで、こちらのね写真を撮っていただきました。じゃあもう完全に長野県のね大学に来るっていうことなので、お待ちしておりますね。楽しみですね。来年の今頃は長野県民になっているということなのでね。はい。こちらのね写真、大型のね、電波塔のね写真だと思うんですけどね、ここのやっぱ電波塔ってすごい極感あってね、いいですよね。私もすごく好きで、冬とかもね綺麗ですしね。で、今回撮ってもらった写真の添削ということなんですけど、構図的にはねすごくいいかなと私はね思います。手前の、トレイルですかね、
がずっとね、大賀島の電波塔まで続いているところ、ちょっと右側から入ってカーブを描いて電波塔に続いているっていうところと、あと左下の画角のね、四隅、針葉樹がね、風がここ強いので、右側にこう、旗みたいに、ね、なってて、右側にはついて、左側にはね、ついてないんですよね。枝の葉っぱがね。まあそんなところのその左の収束点なんかも、まあ対角線もね、綺麗に結べているのでいいかなというふうに思いますし、強いて言うならばですね、やっぱりハイライトですね、空の白飛びが気になりますので、そこだけ注意して撮影時にね、注意して撮るっていうところですね。やはり一回飛んでしまうと、現像時にハイライトをですね、ちょっと下げたり白レベル調整しても戻ってこないんですよね、ディテールが。なので撮影時にちゃんとヒストグラムを見て、白飛びしていないなっていうのを確認してシャッターを切るっていうような感じで、必ず撮る前にヒストグラムを見て確認するっていう風にすると間違いないかなと思います。結構輝度差があるシーンなので、場合によってはハーフ ND のフィルターを使ったりだとか、あとはブラケットっていう撮影の方法でちょっと暗めに撮った、空のね部分に露出合わせたデータと、あとは下の前景に露出合わせたデータの2つまたは3つを用意して、HDR 合成をしたりとかっていう形で、綺麗な画像に仕上げるということもできますので、でもこれぐらいだったらおそらくハイライトをですね、守って撮影時に白飛びしないように撮ってあげれば、大丈夫かなと思いますので、そんなところの注意が必要かなと思います。でもすごくね整った写真でいいかなと思いますので、ぜひですねまた来年、大学生としてね来ていただいて、いろんなところをね長野県にとって発信していただけたらなと思います。頑張ってください頑張ってください。応援しています。続いてはニックネームケイゴさんの一枚になります。タイトルは竜の背ということですね。この日は雲海が出ており、自分が登った山頂から見下ろせるところはほとんどが雲の中でした。そんな状況下で雲の中から姿を現していた山の一部がまるで雲の中を自由に大胆に泳ぐ竜の背中のように見えました。この日の雲海は動きが激しく、湧き上がっては山を飲み込んでいくような動きをしていたので、この竜は間もなくどこかへと去っていってしまいました。早朝の儚い時間におとぎの中の生き物を見ることができ、大満足の産業でしたということです。ありがとうございます。はい、こちらの山の尾根をですね撮った一枚ですけれども、優しくやんわりとね光が当たっていますよね、背に。これだけ一部をね山を切り取ってるんですけれども、きっとこれは本当竜の背の一部ということで、非常に大きい、竜の姿をですねこの雲の下にね想像していたんじゃないかなとは思うんですけれども、確かに山に行くとねそういう瞬間ってありますよね。でこのケイゴさんのね撮った写真はですね、雲の領域をね非常に多く撮ってるんですけど、この雲の中にある優しい光っていうところもすごくケアして、撮ったんじゃないかな、感じて撮ったんじゃないかなと思うんですけれども、その中にそっとね右下に竜の背中を入れているということで、非常にシンプルな構図ではあるんですけれども、想像力をかき立てるようなね、そんな瞬間かなと思います。この朝とかね、夕方とかっていうのは雲の動きも本当に激しくてですね、あっという間にその瞬間っていうのは変わっていってしまいますし、シャッターチャンスっていうのもですねもう本当にわずかになったりすると思うんですけど、そんな中でのね、貴重なシーンをね捉えられたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。続いてはニックネームアレックス1235さんのこちらの写真になります。2024年7月20日尾瀬ヶ原で撮影した1枚です。山が写っている写真がありませんが、山のオアシスである高層湿原ということで応募しました。2022年夏から尾瀬ヶ原訪問9回目、宿泊3回目で初めて発光を見ることができました。野鳥撮影をしようと超望遠レンズをつけて向かったのですが、背後から日が差し始め、霧が動いてきたので、もしやと思い標準ズームに付け替えたところ、お気に入りの1本の白樺の幹が輝き始め、発光が出現しましたということです。はい、ということでめちゃくちゃレアな、瞬間ですね。これめちゃくちゃ構図もいいですしね。この尾瀬ヶ原、私もね去年の、夏の終わりに行ったんですけれども、ここですごくいいなと思ったのは、確かに広大なこの湿原のねすがすがしさっていうところもあるんですけど、その湿原の中にポツンと佇むようにねあった白樺だったんですよね。でその白樺をねテーマにいろいろ自分も撮ってたんですけど、その中でこの発光っていうね、白い虹ですね。通常の虹とちょっと違って霧の中にできる虹ということで、山とかに行くとブロッケン現象とかもあったりすると思うんですけど、それと似たような感じですかね。でそれとセットになっているというめちゃくちゃレアな、瞬間ですね。はい、なので霧があってちょうど背後に太陽があるっていう条件が整わないといけないので、あ
りそうでなかなか難しい。そしてそこに白樺があるかどうか、いいポイントにあるかどうかっていうところもあるんですけど、めちゃくちゃいい、瞬間を撮られたんじゃないかなと思います。白樺のまた佇まいがね、最高ですね。最高に羨ましい。私もね、また尾瀬行ってみたいなと思うんですけど、今年ちょっとタイミング的に難しいな。行こうと思っててもね、なかなか難しいもんですね、時間を作るっていうのが。また足を運んでね、発酵見てみたいなと私自身も思いますし、ぜひね、皆さんも、この霧が出る日ね、放射冷却の日がやっぱりいいんじゃないかなと思うんですけど、湿原とか撮る上ではね、そういった、空がスコーンとこう夜の間に抜けて、朝、しっかりと晴れて、放射霧が出るような、そういったシーンで狙っていくとね、もしかしたら発酵に出会えるかもしれませんのでね、ぜひ、皆さんもね、訪れてみてはいかがでしょうか。本当にね、貴重な一枚でね、心温まるね、一枚で私もいつか見てみたいなと思うね、写真でした。本当にありがとうございます。続いてはニックネーム坂道昇さんの一枚になります。九州熊本県阿蘇の烏帽子岳中腹からの写真です。当日非常に天気が良くて日中に登山して6月頃に見頃を迎えたミヤマ霧島。山全体がピンクに染まりすごく美しい光景です。下山中にコンパスで夕日が沈む位置を確認してちょうどいいポジションを見つけ、日中でもピンクに染まる山肌、夕日を浴びるとどれほど美しいのか想像しただけでワクワクが止まらず、再度下山後にもう一度夕方から登り、とても美しい夕日を眺めることができましたということです。ありがとうございます。そうですね、この九州のこの阿蘇の烏帽子岳のね、ミヤマ霧島ってめちゃくちゃ有名で、本州の方ってこれないんですよね。山一面にこの紫赤っていうかね、この色が広がる瞬間って本当にすごい光景で、毎回写真をね、いろんな方の写真を見るとびっくりするんですけれども、それに夕日を重ねたっていうところですね。下ってる時にちょうどこうあそこに夕日が沈むんだなっていうのをですね、コンパスでこう見て確認したと思うんですけど、いい位置で構図をね作れたんじゃないかなと思います。この手前からね、こうを描くようにずっとバスターミナルっていうのかな、駐車場の方に行って、そこに小さい池がありますよね。そしてその奥に太陽っていうね、この動線が美しいなというところで、そこもちょっと計算されたんじゃないかなと思うんですけど、いや、このレッドオンレッドっていうんですかね、やっぱ山一面にこの紫色のね花があるってやっぱりないので、それと夕焼けを組み合わせるっていうのはやっぱりここの九州のね、阿蘇のならではの、この色彩だったりね、美しさかなと思うんですけど、非常に情熱的で、ストロングなね、写真じゃないかなというふうにね、思います。で、ハーフ ND を使って上部を原稿して撮影したというね、補足が書いてあるんですけど、やっぱり夕焼け時はね、ちょっとこう原稿しないと、ダイナミックレンジの問題もあったりしますので、XT4 ですね、APS-C で、撮っていますので、そういったところでもね、ハーフ LD を使ってちょっとコントロールしたという感じですね。非常に美しいですね。このミヤマ霧島、私も見たことがないので生でまたね見に行きたいなと思うんですけど、九州もねまだ全然開拓できてないです鹿児島にこの間屋久島に行く途中に寄ったりとかね、福岡の辺をちょっとね街中を歩いたっていうのがあるんですけど、またねほんと九州の山とかはね登りに行きたいので、機会を作って、訪れたいなと思います。本当にね情熱的で美しいミヤマ霧島、本当に満開みたいな感じですけどね。はい、素敵な写真をありがとうございました。続いてはパグさんの一枚になります。おはようございます。今回も大台ヶ原にしました。アルプスのような絶景は関西にはないのが悔しいです。大台ヶ原にある大蛇蔵です。雨予報だったので幻想的を狙いに来ましたが、待てど待てど降る気配なし。これも一期一会の出会い。雲が出たのでポイントになるかなと。秋になるとこのとんがっているところが色づいて綺麗なんです。ストーリーは特にないです。奈良県にある百名山を知ってもらえたら幸いですということです。はい、ありがとうございます。大台ヶ原のこの大蛇蔵は結構有名で、写真で見ることもねあるんですけど、確かに秋のね紅葉のなんか七釜とかかなが綺麗に染まった、ものをね見ることが多いんですけれども、いやグリーンシーズンもすごい綺麗ですよね。で降るはずの雨が降らなかったということでね、ちょっと期待外れだったかもしれないんですけど、やっぱこの雲がこの山の斜面にねこの影が映っ
ってるっていうところもね、結構山で雲の影を見るの私も結構好きなんですけれども、この写真の中で奥のね谷間の、その奥にね山があるんですけれども、そこにね上の影がこう映し出されていて、でこの大桜のトップがねこう光が当たってね、スポット的に目立っていると思うんですけど、その前後でねちゃんと分離もできていますし、特にこの大桜のトップがこうなんか強調されてね美しいこのグリーンが出ていますので、これもすごくいいタイミングで撮影されたんじゃないかなと思います。きっとねこう霧がかった感じをね連想してきたかもしれないんですけど、これはこれで夏らしくてね、それこそ一期一会というねお話もありましたけれども、山はやっぱり天気がね読めないっていうところもあって、フルフル詐欺みたいなところもあったりしますので、そういったところでもね山のその山らしさっていうところもね感じられるね一枚かなと思います。ただやっぱり背景の影、そして手前の光っていうね、こういった光をうまく使った影をうまく使ったね、瞬間かなと思いますので、いい一枚かなと思います。また秋のね瞬間もぜひ撮りに行ってね共有していただけたらなと思います。という感じで、ストーリーは特にないですが、奈良県にある日本百名山ですからね、皆さんもぜひ登りに行ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。続いてはニックネーム郷斉藤さんの一枚になります。背景に男体山を捉えた春の戦場ヶ原の風景です。霧が大地と山と空の境界をぼかし、静けさとこの世ならざる神々しい雰囲気を演出した光景です。文明が大きく発展した現代でも、これだけ神秘的に見える風景を目の前にすると、昔の人々は確かにこの地に神の存在を感じただろうなと確信できる。そんな光景を切り取りましたということです。ありがとうございます。郷斉藤さんは前回の、このね視聴者さんの写真を紹介するコーナーでもですね、この、場所のね写真を出していただいたんですけど、その時はなんか無表のね、綺麗な瞬間だったかなと思うんですが、今回はねこの春のまだ芽吹く前のね、瞬間ですね。冬を終えてこれから緑が始まっていくようなね瞬間かと思うんですけれども、すごくね、朝のねもやが綺麗なね瞬間ですね。後ろに男体山があるというところですけれども、この霧に包まれていてちょっとこう見えるか見えないかみたいなね、その曖昧な感じがねまた美しいですよね。で書いてある通りですね、湖をかけて神々が戦ったというところですけど、この男体山の神様と赤城さんですかね、その神様がこう戦ったみたいなねお話だったかなと思うんですけれども、やっぱり本当にこれだけ近代化した中でもですね、こういうシーンが残っているというね、昔の人が神様がいたと思っていたその光景が今の時代になってもそう思えるっていうことは本当にね素晴らしいことだなと思いますし、やはりそういった環境はこれから先もね残っていってもらいたいと思いますしね、こういった場所っていうのはね日本全国、いろんな場所にあると思いますけれどもね、こういった風景に出会った時にね、この後もこの先も残っててほしいなって純粋にね思うようなね、そういった瞬間かなと思います。この春先のもやですかね、手前にちょっとこの木々たちの枝も入れながら、近くから遠くを覗き見るようなね、この神々しい世界を覗き見るような、そういった素晴らしいね瞬間を捉えているんじゃないかなというふうにね思います。これからもう、紅葉のシーズン、もうすでに草もみじは始まっているかと思いますけれどもね、綺麗なシーズンが始まるかと思いますのでね、ぜひまた、これから先のね、冬にかけての、撮影もね、頑張って楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。続いてはニックネーム下津さんの一枚になります。2024年7月21日朝の7時58分に撮影した一枚になります。京丹波の滝を取りに行った帰りの山道で、ふとひときわ美しく見える緑が目に入りました。それはまるで緑の衣装を身につけた舞台女優が暗い山中の舞台へ向かっていくような、そんな妄想にふけりながら撮影した一枚です。ということです。ありがとうございます。いや、こちらはすごい美しい透過光を使ったね、もみじですかねの写真になるんですけれども、舞台女優に例えたっていうのがねまたいい表現ですね。この杉並木だと思うんですけれども、この一本の杉の木の周りにこのもみじがねこう囲っているような状態なんですけど、それが一つのねこの舞台女優みたいに見えたというところで、確かにねそう言われるとね見えるんですよね。でその道をね、光が作った道を歩いていくような感じで、なんか竹笛がこう聞こえてくるようなね、そういうような、シーンなんですけれども、この暗い針葉樹の中の透過光をめちゃくちゃ綺麗に捉えてるなっていう感じがします。で結構この明暗をですね強く表現している、コントラスト強めに表現してるんですけれども、それがまたこのもみじのね緑の美しさをねより強くしてくれて、
この舞台女優のね、なんかちょっとこう、意志の強さというかね、力強さ、意志の強さってものをね、感じさせるような、そういうようなね、表現かなと思いますので、こうね、ふわっと優しく暗部を起こすっていうよりは、私も確かにこのぐらい引き締めた方が、この雰囲気に合ってるのかなというところで、そういう表現もね、結構素敵だなというふうに思った一枚です。で、やっぱり登山っていうとね、高いところに行って、こう、パノラマなね、絶景を見たりとかっていうのが、醍醐味だったりするんですけど、この登山道にね、何気ないこういうスポット校があったりとかね、ドラマがあったりするっていうのもやっぱり山旅のね、いいところでもあるので、そういったところをですね、ちょっと今回、紹介していただきましたけれどもね、素敵な、写真をね、ありがとうございます。本当に目にね、こう力をね、与えてくれるようなね、美しい緑かなと思います。ありがとうございます。続いてはアメリカ在住の写真家さん、レイザーさんの一枚になります。こちらはアメリカ・ワシントン州にあるオリンピック国立公園で撮影した一枚です。この登山は3泊4日で約80キロを歩く初めての氷河登山でした。この写真は2日目、氷河登山を始める瞬間に撮影したものです。仲間とロープでつながり、アイゼンやピッケルを使う登山は、プロや大学の登山部にしかできないものだと思っていたので、自分がその一員になったことに興奮していました。ということです。はい、ありがとうございます。アメリカですね。なので全然スケールが違うというか、そもそも氷河があるというところでね、日本じゃねえみたいな感じなんですけど、ものすごい、スケールの場所でのね、一枚ですね。で、ここはですね、3人ずつ2つのチームでパーティーを組んで、歩いていたということで、このレーザーさんは後方チームの真ん中にいたということですね。なので、もうちょっと人数はいたところなんですけど、本当はその先頭チームのね、最後尾が見えていて、かつ氷河がより白く輝いている場所で撮影したかったというね、気持ちがあったらしいんですけど、もうこの場所で撮って、かつ、もうついていくのが精一杯だったということもね、書いてあったんですけれども、で、この右上に見えてるね、山、氷河の上にある山にね、登りに行くっていう工程、2429メートルですね。日本で2400メートルぐらい、アルプスで普通にあるとこなんですけども、アメリカでは氷河があるんですね。すごいですよね。で、一応ここでは設定や構図とかポイントをどこにもうちょっとこの辺りポイントを置くべきだったとかっていう好評をいただけたらということだったんですけど、もうないですね。お世辞抜きでもうここにいるということ自体がものすごい価値だなというふうにも思いますし、このロープにつながれているこのオレンジのロープね、自分目線でこれを撮っているというね、本当にこのドラマですよね、言ってみれば。そういったシーンなので、風景、僕が普段撮ってる風景とはまたちょっと違ったね、ジャンルなのかなと思うんですけど、もう本当に一枚の価値っていうものはね、ものすごいあるかなと思います。で、構図とかについてはですね、でもすごく自分もね、もしこのフィールドにいて、同じ立場だったら、こう撮るだろうなというふうに思うんですけど、右下からこうね、砂利の岩が見えていて、それも奥に向かっていってますよね。左にある岩のかけらもまたいいポイントにあるというところ。あとは、左右の山がですね、ずっと真ん中の方に収束して、登山者が向かう方向に行っていくというね、本当に全ての被写体のラインがですね、この登山者たちが向かっていく方向に行くっていうね、収束していく感じなので、そういったところにもね、ものすごい力を感じますし、向かっていく方向っていうところへのね、エンパワーメントがね、感じられますので、すごく迫力のあるね、一枚かなと思います。本当に氷が登っていくね、とんでもない瞬間だったと思うんですけれどもね、素晴らしい写真をね、ありがとうございます。なかなかこんなね、氷河を登っていく瞬間っていうのはね、ないので、共有していただいて本当にね、ありがとうございます。きっと、レーダーさん送っていただいたってことは無事に登頂されたということなのでね、ぜひまた登頂した写真もね、いつか見てみたいですね。また機会がありましたら、ぜひ紹介していただけると嬉しいです。素晴らしい写真ありがとうございます。続いてはカナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバーの視聴者様、エリック・チェンさんからの一枚になります。この写真は2024年7月26日の夕方、レーニア山の南側の山腹にあるパラダイス地区のゴールデンゲートトレイルをハイキングしていた時に撮影したものです。レーニア山自体は雲に覆われていましたが、幸運なことにタトゥーシュ山脈は金色の暖かい光に照らされていました。自由に移動できる場合は、通常広角レンズを使用して前景に近づき、野の花を強調します。壊れやすい花を傷つけないように歩道から出ないように制限されていたので、86mm のズームレンズを使用して前景、中景、背景をほぼ均等にカバーしました。特に後処理に関する改善点をいただければ幸いです。ということです。ありがとうございました。エリックさんは
バンクーバーですね。カナダのバンクーバー。私もね、住んでいたことがあったんですけどね、本当にいい場所ですよね。またね、戻りたいなと思うんですけれど、カメラを持って、そんなところからのね、視聴者様ということでありがとうございます。米国ワシントン州にあるマウントレーニア国立公園のね、中で撮影されたというところで、ものすごい、綺麗なね、山岳風景ですね。なかなか日本には、あるようでないようなね、感じなんですけれども、非常にね、綺麗に、バランスがよくですね、構成されているなというところです。お花があってですね、そして中間の層には針葉樹があって、奥に、照らされたね、山があるというね、本当にね、綺麗な瞬間ですね。改善点、後処理に関する改善点というところですけれども、そんなにないかなと僕自身はね、思うんですけれども、これはね、本当にパーソナルプリファレンスだと、思います。日本語でいいんですかね、リックさん。In terms of editing and retouching, I don't have anything to say, actually. But if I edit this picture, if I edit this raw file, I'm gonna, bring up the shadow, especially on the conifer countries in the midground. And I can see there's some brownie color on the mountain side on the background. So I'm gonna reduce that color and brownie color a little bit. And I guess you wanted to include the purple colors in a foreground. Instead of that, you reduce the sky area a little bit. So I think it might be better if you have the more sky zone to take a balance of the foreground and the background. So yeah, I think that's it. That almost is perfect. In terms of colors, I don't have anything to say actually. If you want to stick with that style, you should keep doing it. It's really good photo actually, and compositionally it's almost perfect, and the color is impressive. I really love your style, your colors. So yeah, you don't have to change completely. So yeah, thank you so much for sharing this amazing picture from United States. I hope to be back in British Columbia in Vancouver in someday soon. I truly love to go there again. So yeah, thank you so much for sharing this amazing picture, and I hope to see you soon. Thank you. 続いてはニックネーム林部さんからの一枚になります。タイトルは横岳現る。梅雨明けの7月下旬に友達と2人で南八ヶ岳を日帰りラウンド縦走してきました。阿弥陀岳を経て主峰赤岳に着いた頃には、これから目指す横岳にガスがかかり始めましたが、そのガスから時折やられる横岳の岩峰がめっぽうかっこよくて、とりわけ大同心。気がつくと数秒ごとにシャッターを切っていましたという一枚になります。はい、ありがとうございます。赤岳のね、この山から見る横岳の姿ってめちゃくちゃかっこいいですよね。何がどうなってあんな突き出てるんだろうっていうね、本当にこの山の下もひっくり返してピョーンと飛び出た、この山並みなんですけれども、そこに雲が流れているね、ダイナミックなシーンをね、捉えた一枚ですね。また山荘がね、この下にあるっていうね、ところがまたこのね、山の壮大な景色をね、感じさせる、この山越えれるっていうのはね、結構ポイントなのかなと思います。しかしですね、1日で日帰り縦走ってこれ結構なルートですよね。僕ちょっと林部さんのことね、知ってるのであれなんですけども、百名山にね、挑んでいらっしゃっても、あと数個ですよね。山登ると、クリアというところなんですけどね、めちゃくちゃ歩きますよね、林部さんね。私もこの横岳のね、姿めちゃくちゃ好きなんですけど、もちろんこの赤岳のね、山頂に向かうルートから振り向いて見るのもいいですし、地蔵の頭のね、はしご登ってる途中から見えてくる時があるんですけど、見上げる感じもね、めちゃくちゃ好きなんですよね。特にやっぱ雲がね、こう入ってくると、よりその、この険しさっていうのがね、ブーストされて、かっこよく感じるんですけど、そんなね、一枚ですね。赤岳もやっぱいいとこですね。私は赤岳の思い出っていうと、この昔ね、テント泊で、頂上山荘っていうかね、上にね、天場があると思って、テントを持ってったことありました。だったら全然なくて、全然計画性とかなかったってことですよね。恐ろしいんですけれども、そんなようなことがあって、ゴム風呂に入ったりなんかしたね、思い出もある場所なんですけど、はい。
北アルプスだと大体天場があるっていうね、この思想でいくと、ドツボにはまるというかね、感じなので、皆さん天場ないので、行者小屋とかね、になりますので、ご注意ください。本当にね、素晴らしい一枚ですね。今日いただいてありがとうございました。100名さん、頑張ってください。続いては、ニックネーム、まさふみさんの一枚になります。2024年8月17日、津賀池自然園で撮影したものです。移住2年目の夏、初めて津賀池自然園に行ってきました。展望湿原からの景色を見ようと懸命に登りました。大変でした。ところが展望湿原は霧に覆われて山は見えません。1時間半ほど粘ったものの霧は晴れず、諦めて歩き始めたある場所で霧の中から木々が現れました。白い幻想的な世界、広がる幹、枝葉の自由な曲線、型にはまらない自然の自由な姿。竹看板でしょうか。自分の意思で好きな方向へ手足を伸ばしていく姿。そんな姿をなんとか残そうと撮った一枚です。フォトツアーまた行きますということです。ありがとうございます。津賀池自然園からのね、写真になりますが、いや、いい場所ですよね。私も大好きなんですけれども、展望湿原、開けたところでね、白樺とかね、見えたりする場所だと思うんですけど、何も見えなかったということでね、左回りで行った感じですかね、これは。ちょっと登ったところでね、きついってなると多分左回りで、行ったかなと思うんですけど、結構こっちが切れ落ちてるところで大変だと思うんですけれども、ここにある竹看板をね、取られたというところでね、いや、すごいいい形をしてますね。またこの竹看板ね、特に山岳エリアに行くと、やっぱりこう、タフなね、雪も多いですし、非常にこう、アグレッシブな形になっているものが多いですね。特に北アルプスにある竹看板っていうのは大きくて、タフな環境ね、過酷な環境で生きているので、生き様がものすごくこの、樹幹とかね、枝ぶりに現れて出てくるんですけど、そこにこの有限なね、霧の世界を絡めて、撮ったというところで、きっと思い描いてたものではなかったかもしれないけど、純粋にそこで感じたものをですね、撮られたというところで、すごくね、この木々の生命力を感じるようなね、瞬間になりますね。構図的なところで言うと、左下からね、こう、ニョキってこう出てくるね、姿、そして右上に少し空間を持たせているのは意図的なのかというところなんですけど、抜けどころを作ったというところでもあるのかなと思いますが、非常にバランスの取れた構図かなと思います。横言えばもう少し詰めて撮ってもいいのかなという気はしますけれども、空間の広さをね、使ったというところではね、このぐらいの価格というか、右のスペースを空けるというのはね、ありなのかなと思います。またこれから秋のシーズンになるとね、素晴らしい場所かと思いますのでね、私も今年の秋はツアーをね、ここでやるんですけれどもね、楽しみにね、しています。はい、またぜひね、フォトツアーやってますので、ご参加ください。心よりお待ちしております。ありがとうございました。続いてはニックネームゆういちさんの1枚になります。2024年8月3日朝3時42分に撮影したものです。満天の星空を求めて八方池に向かいました。黒菱駐車場をスタートし、八方池山荘に着いた時には一面ガスガス。天気予報を信じて現地に着くとガスも晴れ、期待していた白馬三山、八方池リフレクションを見ることができました。夜明けが近づくと良い具合に雲も出てきたので撮影してみましたということです。ありがとうございます。いいところに天の川が出てきましたね。ガスガスの中登ってくって結構ね、不安も多いですよね。予報では絶対晴れるって分かっていても、この現状を見て安心できるかよみたいなね、気持ちの中登っていく、その気持ちね、本当に私もね、わかります。で、でもね、着いた時にこんなに綺麗な星空にね、出会えてね、なんかちょっとこう流れ星みたいなのもスッスッと入っていたりとか、またいい具合にね、雲が出てきたり、天狗の頭からね、ずっと杓子の方に続いていくね、稜線なんかもすごくね、綺麗に映し出されていますし、素晴らしいショットですね。で、ちょっとノイズがね、少し目立つかなというところでもあるので、もし気になるようでしたら、ライトルームの中のね、ノイズ除去、最近すごく優秀になったので、そういうのをね、使ってみたりとか、あとは外付けのプラグインで、ピュアローなんていうね、プラグインもあったりしますので、それを使うとノイズをきれいにしつつ、かつディテールも保ってくれるようなね、ソフトがあるので、もしね、今後こういった星空をね、きれいに撮りたい、現像したいっていうことでありましたら、活用してみてもいいんじゃないかなと思います。ただ本当に、天の川のね、きれいなところをね、捉えて、この水辺ね、コメント一緒に撮れたのね、素晴らしいタイミングだったかなと思います。はい、共有いただいてありがとうございました。続いてはニックネームくまパパさんの1枚です。
この写真は以前、フォトシンさんの動画を見て初めて知ったカイラズの剣を去年唐松岳から撮ったものです。そこから見たカイラズの剣に感動しつつも、その険しさは行くものを阻み、遠く白馬の稜線は夢のものと言わんばかりでした。今年は反対側の白馬大池側から白馬岳を計画しましたが、膝の怪我で断念せざるを得ず、またも遠い夢となった白馬の稜線です。ただいつか歩いてみたいという思いを消すことはできず、膝のリハビリに励んでいます。また来年、白馬の稜線を写真に収めることにチャレンジしたいと思います。はい、ありがとうございます。いやこのね、カイラズの剣っていうのは本当に名前は恐ろしいんですけどね、非常に魅力的な、稜線かなと思います。で、膝を痛めてしまったというね、やっぱり登山やったりする人は誰もが通る、道なのかなと思いますし、私も去年ね、登山で半月板を少し傷つけちゃって、今年の春終わってからトレランをやり始めたらね、またちょっと痛めてしまって、その後ね、屋久島に行って登山めっちゃしちゃったから、さらに治らないみたいな感じだったんですけど、でも、筋トレしたりとか、リハビリしてアルプスにも復帰できたので、きっと大丈夫だと思います。トレーニングして、またカイラズの剣を越えて向こうの方に行ったり、白馬大池から白馬岳をね、ぜひ目指して、この姿をね、また、見て、ください。膝はね、どうしても消耗品なので大事にしていかないといけないので、誰もが、通る道だと思いますんでね、皆さんも足気をつけて膝にはね、注意して、登山を楽しんでね、行ってください。はい。じゃあ、くまぱさん、ありがとうございました。また来年、カイラズの剣挑んでみてください。続いてはニックネーム K さんの1枚になります。7月上旬に冬季通行止めが解除されたので、唐松岳を目指して黒部市駐車場 AM11 時に登山開始しました。新月期で雲があったけど風が強かったので、時々顔を出す天の川を撮影しながら山頂を目指しましたが、山頂付近から暴風に変わりガスの中、朝焼けの時間帯は完全にガスが取れることなく、稜線をすべて見ることはできなかったけど、ガスが抜けた瞬間を狙って撮った1枚です。ということです。ありがとうございます。いや、すごいいい光ですね。山頂付近から、撮ったこのカイラズの剣の姿ですけれども、山峰ですかね、が見えて奥の方に、天狗の頭のね、ちょっと山並みが見えてると思うんですけれども、いや素晴らしい、光の条件ですね。ほんの一瞬入ってきたっていう感じですかね。手前の、ハイマツ、そして尺投げ、そしてね残雪があるっていうのもね、また初夏の、このアルプスの様子をね出してますが、何よりこの隙間を縫って入ってきた光のねこの美しさっていうのが一番ですね。本当に綺麗な光で縦構図でねダイナミックに撮っているところなんですけど、難儀をしながら天の川を撮りながら上がってきたかとは思うんですけれどもね、朝これだけドラマチックな光を見れたならね、なんか良かったなと思えるんじゃないかなと思います。なかなかガスがね、たくさんまとわりついていて稜線を全て見れなかったということですけれども、逆にね奥のこの、天狗のね頭から先ですね、小蓮華とかの方が見えなかったからこそね、このカイラズの剣のね山峰とかがすごく綺麗に見えてるので、そういった面ではね見えなくてもいいんじゃないかなというふうにはね思います。黒部市をナイトハイクするんですね自分もそうなんですけど、全然ナイトハイクを推奨してるわけでも全くないんですけど、やっぱり多くの方がその時間に行ってるんですね。あそこがちょっと使えなくなったのがね結構痛いんですけれどもね、山荘に泊まりながらテントワークをしながらね、また皆さんで、私も含めねこのカイラズの剣の絶景をね撮りに行ければなと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。続いてはニックネームオーディナリー19893さんの1枚になります。こちらは2023年10月3日に撮影したものです。白馬頂上宿舎でテントワークをしたのですが、日が落ちると想定以上の寒さで寝れない夜を過ごしました。翌日ご来光とともに目の前に現れたのは一面に広がる大雲海。少しずつ紅葉が進む稜線とのコントラストがとても綺麗で、最高の稜線歩きができましたということです。ありがとうございます。そうですね、10月にもなるともう夜寝れないぐらい寒くなってきますよね。時にはね本当に氷が張ったりとかねするような日もね10月になるとあると思うんですけど、そんな中のね綺麗な、草紅葉もねあったりする、本当に清々しい一枚ですね。構図的にはすごくシンプルで、手前から奥にかけてね山の稜線が続いていって雲海空っていうね構成ですごくこの写真の素敵だなと思うところは、ポツンと一人二人か人がいるんですけれども、その人の存在がね、ものすごくこの、自然のね雄大さをね、より強調しているというところもあるし、ドラマをね感じますよね。あとこの何でしょう、トーンですかね、優しめのトーンがねすごく美しくて、色なんかもねすごく綺麗で、
そこもすごくいいなと思うところですね。本当に紅葉っていうと、鮮やかな黄色とかね、赤とかを、イメージするかもしれないんですが、山ではこの草紅葉もやっぱり秋のね、象徴というところでね、10月らしい景色をね、お見せいただきました。本当にね、ドラマチックで、心温まるね、一枚で、見ていてずっと飽きないそんな一枚なのかなと思います。本当にね、素敵な、心温まるね、優しい写真をね、ありがとうございます。続いてはニックネーム KT さんの写真になります。今年の7月に八方池観光登山で行った時の一枚です。登山素人夫婦が行ける限界に近かったのですが、好天もあり白馬三山が撮れました。24mm を縦構図で3枚撮ってパノラマ合成したものです。その甲斐あって岩肌のディテールが出せた一枚になりました。よろしければ投影くださいませ。ということです。ありがとうございます。先ほどの帰らずの県から先のね、天狗の頭から天狗尾根をずっと行って、白馬槍ヶ岳、杓子、そして白馬岳がギリギリ見えてるのかなというところになりますけれども、八方池をね、綺麗に捉えて、いますね。24mm を縦構図で3枚撮ってパノラマ合成ということで、おそらく 24mm だったら入るのかな、ちょっとなぜ縦構図で3枚撮ったのかっていうところ、おそらく横構図で1枚撮りしようと思ったら入んなかったので3枚合成したのかなと思うんですけど、やっぱり撮影するシーンで、結構ね持ってるレンズでもうちょっと広角に撮りたいっていうシーンがどうしてもあったりするときはね、結構パノラマ合成すると、広角レンズ持っていかなかった時でもね、対応ができるので、そういった使い方もね、ありなのかなとは思います。残雪の初夏をね、感じさせるような一枚で、天狗尾根から先、白馬槍ヶ岳、そして杓子、白馬岳がちょこっと見えていますけれどもね、贅沢な、山並みがね、見えていますね。それと、この八方池というね、シンプルな組み合わせであるんですけれども、非常に清々しい一枚になっていますね。またぜひですね、いろんなシーズンでこの池と絡めてね、様々なこの山並みをね、捉えてみてはいかがでしょうか。ご夫婦で、来られたということでね、きっと仲がいいご夫婦だと思いますので、また仲良くね、2人で来て、楽しんでいただければなと思います。ご応募いただきありがとうございました。続いてはニックネームりょうべさんの一枚になります。先月7月24から26日にわさび平すごろく小屋でテント泊をし、すごろく岳に登頂しました。目的はご来光とともにすごろく岳、天空の滑走路及び槍ヶ岳を望遠で切り取ることでしたが、残念ながら雨や霧に巻かれ視界ゼロ。10年前も雨とガスで連敗。がっくりと肩を落として帰路に着く道中、だんだんと晴れ間が見え始め、すごろく小屋から弓折乗り越しの中間あたりでしたが、この産業で初めて槍ヶ岳の勇ましい姿が現れました。槍ヶ岳方面から風もあって、槍ヶ岳手前で二股に分かれた霧が槍ヶ岳と小槍を巻き込む姿が何とも幻想的でしたので、望遠レンズで切り取りました。山の神は見捨てなかった最後のご褒美だったのかもしれませんということです。ありがとうございます。素晴らしい槍ヶ岳のね一枚ですね。この漆黒の槍ヶ岳、本当にねかっこいいですね。これがずっと見えなかった中の最後の最後でね見えてきたっていうのがね、やっぱりりょうべさんねすごく感動したんじゃないかなと思います。本当にこの雲がねこの岩の隙間を縫っていくような感じのねダイナミックな瞬間をね捉えているというところで、本当にね素晴らしいですね。ちょっとこの写真の構図っていうかね、ところで、ちょっとだけご助言させていただきたいのが、上のね空がちょっとだけ入ってるのを、クロップ等で外してあげて、若干空がね白く飛んでいるのかなってちょっと際どいラインなので、少しクロップしてあげて押さえてあげたり、現像でもしハイライトを少し抑えられるんであればしてあげると、よりこの漆黒の、力強さっていうのがね出せると思うので、ちょっとハイライトが勝ちすぎちゃってるなって印象があるので、ちょっと抑えることができればよりいいのかなと勝手ながらね思っております。やっぱり山の中でね突然こういう風にね霧が抜けて見えてくる姿っていうのはね、私も本当にねすごい感動するんですけれども、それが槍ヶ岳でね見れたということで、本当にねお疲れ様でした。理想のやつは見れなかった、撮れなかったかもしれないけど、これはこれでやっぱり素晴らしい瞬間だったと思いますのでね、ぜひ大事にしていただければなと思います。本当にありがとうございました。そして最後の一枚になります。新柳さんの天の竜という作品になります。前日に西穂山荘に泊まり、西穂高岳に登りました。夜明け前の雲海と飛行機雲や天場の光とオリオン座など、いい写真がたくさん撮れた最高の登山でした。その中でも西穂山頂からのこの写真は一期一会の圧倒的な景色でした。奥穂ジャンダルムの上に刻々と姿を変えていく重厚な雲、まるで巨大な竜か宇宙から何かが来たかというような、まさに未知との遭遇というような光景でした。10分ちょっとくらいの間に数十枚のシャッターを切りました。
早朝や夕日など風景を撮っているとそういうドラマチックな時間帯に目が行きがちですが、日中でもこんな風景に出会えるんだと感動しましたということです。はい、ありがとうございました。本当にすごい雲ですよね。山岳でこういう雲って出るには出るんですけど、めちゃくちゃこの形がいいですよね。なんかこうモンスターチックな感じもしますし、口をこうガッと開いている竜がねいるような、またその上からちょっとつっついてるようなね鬼みたいな、そんな姿もねちょっと見えたりもしたんですけれども、いや本当にね面白いシーンをね撮られましたね。いくつかね写真を送ってくださった中でね、この1枚私もちょっと選んで、お見せしてるんですけれどもね、山って本当に未知の世界で、面白いですね。この目の前の奥方、そして、吊るし尾根があったりとかねしていますけれどもね、この下にこの山をですね入れて空をダイナミックに映してるっていうところが、この椎名柳さんのね、表現としてね素晴らしいなというふうに思います。で、きっとね PL フィルターを使ったのかなと思うんですけれども、それによるね変更ムラっていうのかな、ちょっとこう空の青さが上の部分がかなりきつくなっているところがあるので、もしかしたらちょっと抑えた方がナチュラルなのかなと個人的には思うんですけれども、現像でこうなったのかというところですけれどもね、もしかしたら、少しね変更ムラとかの可能性がありますので、ちょっと、現像時にちょっとこのブルーをね抑えてみるとよりナチュラルになるかなと思います。はい、ただもう本当にね素晴らしい、雲のね瞬間を捉えた、奇跡的な一枚と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、今日いただいてありがとうございました。はい、ということでね、約1時間にわたるね長い、回になったんですけれども、24名のね、方々に送っていただいて、そのね写真たちを紹介させていただきました。本当に皆さんね素敵なストーリーとともにね素晴らしい写真を共有していただいて本当にありがとうございました。このコーナーはですね、一番趣旨としてはやはり皆さんのね視点だとか思いをね共有するっていうところにあって、またね皆さんのねいろんな、見方だとか、またその写真を見てまた山に行きたいなとかね思っていただけたら非常に嬉しいなという思いでねやらせていただきました。今回ね海外の方もねちょこっとね参加していただいたりなんかして違う視点もね共有していただけたのでね、私自身もねすごくね刺激的な、時間にもなりましたし、そういう表現もあるんだなっていうのをね自分自身も楽しませていただきましたので、皆様お送りいただき本当にありがとうございました。またこんな形でね視聴者さんの写真を、共有するようなねコーナーをねやっていきたいと思いますので、またぜひその際はご参加いただければなと思います。はい、ということで今回のね視聴者さんの山の写真を紹介するコーナーは以上になります。また、今後ともですねよろしくお願いいたします。この度もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。